はい、どうもカニコでございます。ということで、本日の食材がこちら。つぶ貝っていうことでね、それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。巨大つぶ貝っていうことでね、めちゃめちゃ面白いもん売ってました。この大きさ見てください。僕の手結構大きいんですけど、僕の手よりはるかに大きいですよね。これ重さが1キロ以上あります。このサイズのつぶ貝って本当にないです。僕も生まれて初めて見ました。思わず買ってしまいましたよね。一つ1500円ぐらいでした。だいたいこのね、半分ぐらいのサイズが主流なんですけどね。つぶ貝って聞くと、回転寿司とかにあるあのつぶ貝を想像しますよね。あれはね、実はこの松ぶ貝ではなくてですね、海外の方のつぶ貝なんですよ。つぶ貝って一括りにしてもいろんな種類のつぶ貝いるんで、どういう種類使ってるかわかんないんですけど、だいたい回転寿司で使われてる加工品のつぶ貝は、ヨーロッパエゾ貝っていう貝みたいですね。こういう貝です。あれもめちゃめちゃうまいんですけど、これがもう正真正銘、本物のつぶ貝でございます。で、このつぶ貝なんですけど、ちょっとさばくのが特殊なのと、あと食べてはいけない部位が一箇所ありますんで、そこを除去する必要があります。なので今日はそこら辺を詳しくレクチャーしながら、こちらの新鮮な特大つぶ貝を使って、お作りを作っていきたいと思います。やっぱり鮮度のいいつぶ貝は、もうお刺身の一択だと思います。本当にうまいです。そしたらまずこの中身を取り出す必要があります。で、取り出す方法、大まかに分けて2つあります。殻を無傷で取り出す方法と、あと殻を破壊して、もう強引に引き出す方法。今日はその2種類やっていきたいと思います。で、まずは殻を残したまま中身を取り出す方法をやっていきます。まずつぶ貝をこう見たときに、ここのお尻と、このてっぺん。このラインと、この貝の丸の山頂、付け根ですね。ここに包丁の峰で、カンカンカンと、穴を開けます。で、ここはね、結構柔らかいので、簡単に穴が開きます。で、これちょっと割れましたら、箸とかマイナスドライバーとかアイスピックとか、そういう細長くて硬いもので、こうね、貝柱を断ち切ります、こうやって。こうですね。こうグッと入れて、ぐるぐるっとやる感じですね。ここですね。ここら辺まで入れて、クリックリッと、こう切るんですよ。断ち切る感じですね。奥までズコッと入れて、しっかり断ち切る。動いてるの分かりますかね、中身が。こうやって、グッグッグッと。そうすると上手にこう切れてる合図ですね。こんだけ大きいと結構深いですね。ここまで入りますからね。で、そうしたら、ポコンと抜きます。はい、このように出てきました。で、ちょっとぐちゃぐちゃってなっちゃいましたけど、ざっくりと構造はこうなってます。これがね、うろって言います。で、この先端のうろ、ここはね、食べられます。これうまいです。で、ここのうろ以外の内臓、この白いとこですね。これなんだろう、白子なのかな？これはね、基本的には食べないみたいですね。そしたらこのヒレヒレ。このヒレヒレをまず落とします。こう落としちゃいます。で、このヒレヒレの周りについてる、ちょっと黒いね、ひらひら。こういうのですね。内臓のカスみたいなやつは取っちゃいます。で、このヒレヒレは食べられます。で、つぶ貝の食べてはいけないところ、油っていう部分があるんですよ。で、油っていう部分は、このヒレヒレのついてた、ここですね。ここを割ると、はい、これ。ほんとこの油みたいなの、わかります？この白いやつ。これがね、油って言うんですよ。これは取っちゃいましょう。で、この油の中には、テトラミンっていう毒があって、それを食べてしまうとね、酒に酔ったようなめまいとか、あと吐き気、頭痛、ですごく眠気に襲われるんですって。だから松ぶ貝は、眠りつぶとも呼ばれるみたいですよ。なので、つぶ貝を食べる際は必ず、ここをパカッと割って、この油、唾液腺ですね。これを除去して食べてくださいね。で、ここにね、ニュッと引っ張ると、水管みたいなやつが出てくるんですよ。これ。これも、あんまり食べない方がいいみたいですね。この棒みたいなやつね。食べてもそこまで害はないとは思うんですけど、やめた方がいいみたい。そしたらあとはこの硬い蓋ですね。この蓋を包丁で外して、これが可食部位ですね。ヒレヒレ、袴って呼びましょうか。袴とうろと身ですね。で、これが殻を残しながら中身を抜く方法ですね。ちょっとね、コツがいります。で、これが難しいよって方、そういう方は新聞紙とハンマー用意してください。で、新聞紙にこれ、つぶ貝ですね。つぶ貝を巻いて、で、これでガンガンガンと叩いていきます。なんで新聞紙巻いたかというと、殻が飛び散らないようにですね。紙袋とかでもいいですよ。もう一思いに、バーンとやってやってください。もう嫌いな
思い浮かべてね。ダメだよー。ダメだよー。ダメだよ。ダメだよ。ダメだよ。はあ、よし。はい、こんな感じで割れました。ほら、殻がね、結構こう飛び散るんですよね。で、こうなったらもうあとは抜いていくだけですね。はい、こんな感じ。ものすごく簡単に取り出すことができます。でもその代わり殻は残りません。でもこっちの方が綺麗に剥けたので、もう一回説明しますね。まずこの内臓ですね。先端の鱗以外の内臓。これは取り除きます。これは基本的に食べません。結構砂噛んでたりするんでね。ここは落とします。で、次これ袴ですね。袴を落とすと。で、袴の周りについてるこのヒラヒラとか内臓の切れ端をこうやって包丁で切って落とします。で、これは食べられます。で、一番大事なところ、このぽっこりしてるところですね。ここを割ると、こう、水管が出てきます。水管は基本的には食べません。で、水管の下に絶対に食べちゃいかんところ、これ唾液腺、油ですね。これがありますんで、取ってください。この白いね、プリプリっとしたやつ。そしたら蓋をキリキリして、はい、OK。これで完成。さあ、そしたら次の下処理に行きましょう。で、つぶ貝はかなり汚れがついてます。ものすごくヌメヌメの貝です。なので、塩もみをしましょう。この頭の部分と、この袴の部分ですね。これをボウルに入れて、で、たっぷりのお塩。で、たっぷりのお塩で揉んでいきます。特にぬめりがあるのはこの部分ですね。すごくヌルヌルしてますんで、ゴシゴシもしちゃってください。こうやって貝同士をね、こうやってこすり合わせて、こうやってやると、ほら、こうやって茶色いね、ぬめりが出てきますよね。これものすごく臭いんですよね。臭いし、とても雑菌が多いので、これはしっかりぬめりを落としてください。ただ、すぐ食べない、長期保存する場合は、ぬめりは落とさない方が長生きすると思います。なので食べる直前にこうやってぬめりを落としちゃえばいいのかなと思います。でこういう黒いところ、こういうところもしっかりと、ガシ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 と。で、水で流します。はい、このように綺麗にぬめりが落ちました。で、さらに仕上げで、お水にお好みのお酢を入れて、で、酢水の中で洗っていきます。そうするとさらにぬめりが落ちますんでね。これしたら完璧かなと思います。キュッ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 って言うんですよ。塩で揉んでから酢水で洗う。ほら、結構汚れ出ましたよね。そしたら水気をしっかりと落とします。はい、これでつぶ貝の仕込みの完成ですね。はい、そしたらこのように仕込みが完了しましたら、ここの鱗なんですけど、ここもね、生で食べれないことはないと思うんですけど、ボイルした方が安全ですので、こちらボイルしていきます。沸騰したお湯に、こちら、鱗を入れていきます。ここがね、また甘みがあってうまいんですよ。結構大きいので2分ぐらい加熱しましょう。はい、OK ですね。で、熱が入ると結構硬くなります。で、お湯がせっかく沸いてますんで、殻も煮沸消毒します。殻を盛り合わせに使う場合は、こうやって湯がいてあげると、殻についてる菌が飛びますんでね。OK。そしたら冷水にドボン。そしたらお皿につまをちょこっと引いて、で、そのつまの上に貝殻を乗せます。なんでつま乗せるかというと、つまがない状態だと、グラグラしてしまいますんでね、つまを乗せることによって、こうやって安定します。で、この中につまをよいしょっと入れて、で、大葉をちょんとかまして、刺身状に切っていきます。まずここ落として、ここ柔らかくて美味しいです。で、ここは半分に渡して、こんな感じ。そしたらこれ、裏側向けて、でこれで切っていきます。こうやってこういう風にそぎ切りにして、薄く切ってもいいし、で、あとはこの状態で押さえて、こう半分に切って、こうですね。で、細く切って、こう糸作りみたいにして切ってもいいと思いますよ。もうほんとお好みでいいと思います、これは。切っては乗せる、切っては乗せる。こんな感じですね。で、アワビとかサザエよりかは、つぶ貝柔らかいので、めちゃめちゃ極薄に切る必要はないと思います。結構埋まっちゃいましたね。はい、こんな感じ。そしたらちょっと脇にもつま張って、笹の葉でも置いて、で、ここに細作りと、で、この柔らかいところですね。柔らかいところをざく切りにして、柔らかいところ置いて、で、うろも置いて、
であればでいいんですけど、本わさび。これを使うと、めちゃめちゃうまいですね。今日はこれ普通のわさび使うんですけど、このつぶ貝はね、レホール。西洋わさびですね。見た目はこんな感じのやつ。西洋わさびで食べてもうまいんですよ。北海道でつぶ貝のお刺身頼むと、西洋わさびが添えられて出てくる場合が多いですね。で、わさびをちょんと添えたら、はい、こちら。つぶ貝のお刺身の完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。さっきまで生きてたんで、反り返ってますね、これ。これはうまいと思う。そしたら、お醤油でいきます。僕はね、貝は濃い口醤油が好きですね。そしたら、すりたてわさびをたっぷりと、このぐらい。で、つぶ貝に豪快に乗せて、お醤油にちょん。ちょん、ちょん。結構つけていいです。こんなもん、いただきます。うわ、めえ。ちょっと待ってくれ、これめちゃくちゃうめえわ。甘いなぁ。で、つぶ貝は意外と癖がなくて、赤貝とかミル貝とかの独特な香りが苦手だよっていう方も、でも美味しく食べられる貝だと思いますよ。うまい。なかなか一切れがこんなに大きいつぶ貝のお刺身って食べれないですからね。大きいともっと硬いのかなとか、大味になるんじゃないかなと思ったんですけど、全然そんなことない。じゃあこの柔らかいとこ行きましょうか。この付け根のとこですね。ここですね。醤油にペタペタと。いただきます。うまっ。なんかこっちはコリコリというかね、コリトロみたいな感じですね。他の貝で例えるならね、ホッキ貝に近いですね。で、これ、先っちょ。ここめちゃめちゃうまいですからね。いただきます。うまっ。これね、酒飲みが大好きな味。ちょっと生臭系の日本酒が欲しくなるような、そんな味です。割と好き嫌いは分かれるかなと思います。はい、ということで、今日はこちらの巨大つぶ貝のお刺身ときましたら、お飲み物、こちらでやっていきたいと思います。せーの、でんゲームのやつ。もう冷えすぎてね、冷気が出てるっていうね。1度で冷やしてましたから。1度で。もう凍る寸前ですよ。ビールが美味しい季節になってきましたね。はい、こちら。7対3。誰がどう見ても7対3。いただきます。やっぱり貝の刺身はうまいね。それじゃっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は見たこともない巨大なつぶ貝を使ってお刺身を作ってみましたけども、やっぱうまいね、つぶ貝のお刺身は。うまいんですけど、新鮮なやつはもうぜひ、お刺身でいってほしい。で、ちゃんとああやって塩もみして、で、その後に酢水でしっかりと洗ってあげると、臭み全然ないです。本当に美味しい貝ですので、皆さんも新鮮なつぶ貝が手に入った際は、ぜひお刺身やってみてください。というわけで、今日ご視聴ありがとうございました。バイバイ。